徳川吉宗の享保の改革って有名だよね。経済的にも財政的にも厳しい状況を切り抜けたってこと？健君とかかっこいい。そんな風に語り継がれるなんてどんな人なんだろう。もともとはね、紀州、今でいう和歌山県を治めていた人だよ。徳川家康の子孫ではあるけど、四男坊で上に3人のお兄さんがいた。もともと将来は将軍になるって英才教育を受けてたわけじゃないんだね。吉宗はお兄さんが3人とも亡くなってしまってね、22歳という若さで紀州藩の藩主になったんだ。若いながら支出を抑えて財政の立て直しに大成功した。すごい！で、そんな時、7代将軍の家継がわずか8歳で亡くなってしまったの。8歳ってことは跡継ぎが生まれる前に亡くなったんだね。そうよ。しかも兄弟もいなかった。めっちゃ賢いやり手の藩主がいるぞ。しかも家康の子孫でぴったりじゃんってことで、吉宗は江戸幕府の将軍になることになったの。賢いだけじゃなくてめっちゃ運が強い感じだ。今日はそんな健君吉宗がどんなことをして超デフレでいろいろと大変な経済を立て直したのかっていう話です。今日完成した店舗の最初、享保の改革だね。江戸時代って出だしはお金いっぱいで人も水田も増えていい感じだったのに、やっぱりお金って計画的に使わなきゃいけないってことだね。超実感したよ。そうね、計画って大事ね。お金が足りない時にどうしたらいいのか、基本的なところはいつの時代も変わらない。さあ2人はどうする？お手伝いをしてお小遣いを稼ぐかな。あとはじいじとばあばに泣きつく。いつもは150円のお菓子だけど、それを100円のにして差額を貯めたりするよ。2人ともいろいろ頑張ってるね。パンちゃんの意見は収入を増やす。だね。逆にハリーくんの意見は支出を減らす。だ。どっちも大事。吉宗もこの両方からアプローチしたよ。まずは収入を増やす方からいこっか。この時の収入ってお米でしょ？田んぼをこれ以上開墾して増やしづらいって話だったじゃん。金銀も産出量が減ったんだよね。それをどうにかしちゃうのが健君よ。まずね、天領からのお米だけじゃ収入が足りない。よし、他の大名の土地からもお米を集めようって考えた。題して、俺のものは俺のもの、お前のものも俺のもの作戦です。全然健君っぽくない。そんなこと許されるの？もちろんみんな嫌がるよね。だって領地で採れたお米はその領地のものだもの。今の税金の考え方とは全然違ってね。みんな幕府にお米なんて出したくない。でもその俺のもの作戦に吉宗は美味しいご褒美をつけてあげたのよ。お米の代わりに参勤交代の期間を短くしてあげるってね。参勤交代は自分の領地と江戸を1年ずつ行ったり来たりしなきゃいけないっていう面倒なルール。面倒なだけじゃない。お連れの人も含めた移動費も江戸の滞在費もかかる。そっか。お金が浮くし、面倒も減るならいいかって感じだね。そうなの。この仕組みを上げ米のせいっていうよ。そしてさらに、天領からの収入も増やしたいところだよね。でも田んぼが増えづらいって話は？それをどうにかしちゃうのが健君よ。本日2回目だ。天領から集める年貢米の量なんだけど、もっと出せるんじゃねえのって考えた。全然健君っぽくない。これも2回目。実はね、地域の責任者、代官が年貢の量をちょろまかしてました。正しい量より減らして納めてたってわけ。これぞ悪代官ってやつじゃん。逆に農民が賄賂を渡して年貢を減らしてもらうようなこともあったそうよ。そっちもなかなかの悪いよなってやつだ。ハリー君はなんでそんなに時代劇っぽいセリフに詳しいの？こんなんじゃ本来の量が集まるわけなかったのよ。だからまず享保の改革では賄賂や使い込みなどの問題ある代官を処分。役人をギュッと引き締めた。そしてね、今後は勝手なことができないように今年はこれだけ納めてねって先に決めるようにしたの。毎年の平均収穫量から計算してね。これまでは代官がその年の田んぼの状況を見てから決めてたのよ。代官のさじ加減で勝手なことをされたら困るもんね。不正ができないのはいいけどさ、不作だったらどうすんの？天気とか虫の害とか不作の時は配慮をするよって取り決めもあらかじめ作ったの。農民が苦しまないようにってちゃんとそのあたりは配慮されてたって。よかった。健君って感じがする。でも農民にとっては実質的に年貢が増えることにつながったこともあってね、
例えば、それまで収穫の4割を収めていたのを5割に引き上げたりってね。この時期一揆が頻発したの。農民が集団で訴えを起こしたり、反対運動をしたんだ。税金が増えるって今も昔も一般人にとっては大問題だもんね。収入を増やす策はまだあるよ。新しい田んぼを増やすことにチャレンジ。もちろん新しいやり方でね。今までのやり方だと頭打ちなんだもんね。問題は山積みでね。水田で働く人が減るから、開墾するための要因は出したくない。洪水につながるから、むやみに木を切り倒すのは危ない。川から水を引くような工事は大掛かりでお金もかかるから簡単にはできない。幕府にそんな工事に使うお金はない。文句ばっかじゃん。そこでケン君登場。自分たちのお金でできないなら、人のお金でやらせればいいじゃない。ねえ、本当に全然ケン君っぽくない。3回目だしね。吉宗はね、民間のお金に頼ることにしたの。で、代わりにご褒美を用意した。開墾した土地は自分のものにしていいよってね。取り上げられないなら、やる気出るか。当時は商人が経済力を強く持ち始めていてね、莫大な資金を持つ彼らに神殿開発を推奨したんだ。これをきっかけにして田畑の開発に投資して成功した大地主が誕生するようになったよ。この時の地主は後々昭和までその土地で影響力を持つようになったんだ。そんな大地主が誕生するぐらいにはこの吉宗の作戦は成功したよ。自分で計画するんじゃなくてやってもらえばいいのか。すごい。今までは収入を増やす面の改革について話をしたね。次は支出を減らす方面の作戦だよ。題してみんなで仲良くケチケチ作戦。みんなでってことは吉宗も？もちろん質素倹約って言ってね、率先して支出を削ったよ。吉宗自身、食べる量を1日3食じゃなくて2食にしたり、高級な絹じゃなくて一般民衆が着るような木綿の服を着たりね。他にも将軍を支える女性たちが暮らしていた大奥を縮小。そこで働く人をリストラ。つまりクビにして、そこにかかるお金も削減。身の回りの贅沢をどんどん削っていった。心の綺麗なジャイアンだ。人に言うだけじゃないんだね。ケン君っぽくないとか言ってごめんね。ただ、倹約を強いたのはもちろん自分自身だけじゃないよ。武士や民衆も対象。五代将軍の綱吉の時代は元禄バブルで呼ばれるぐらい江戸時代を代表する豪華絢爛な文化が花開いた時代だったの。贅沢が当たり前。武士も多くの金を必要とする。でも、それじゃあ、いつまでも赤字が解消しない。みんな質素に無駄遣いをしないで暮らしなさいって指示したんだ。僕もママに無駄遣いしちゃダメって怒られるよ。先週もらったお小遣い、もう使い切っちゃったのがバレて大変だったよ。もう少し計画的に使って。具体的にはね、例えば、カゴなどの乗り物に乗ることは禁止。お葬式や結婚式などを豪華にするのも禁止。見栄を張るようなことはダメ。他にも娯楽に該当するような出版物や遊びなども禁止だよ。綱吉の元禄時代は、井原西鶴をはじめとする江戸時代を代表する作家が多くの読み物を書いてたから、その文化と比較すると真逆の状態になったの。遊びもダメ、楽しい本もダメ、つまんないじゃん。楽しくゲームで遊んでたのに、いきなり禁止って。うちだったらめちゃめちゃ揉める。ハリーくんちみたいに江戸時代も揉めたはずよ。民衆からの支持はあんまり得られなかったって。当時の世の中を風刺した本が残っててね。亡くなった後に行くあの世でも倹約令が発せられて、メイドの土産として持っていく小銭が極楽の修復費に当てられたとかね。地獄の鬼のパンツが虎じゃなくて木綿のふんどしになったとか。鬼のパンツはいいパンツ強いぞ。虎の毛が割れできている強いぞ。ってあの鬼のパンツまで取り上げられたって笑いのネタになったんだ。頑張って経済を立て直そうとしたのに。人気は出なかったんだね。かわいそう。そうね。倹約政策って町の人の日常生活にも大きな影響が出るくらい厳しかったんでしょうね。でもね、出費を減らす努力はまだまだ足りないよ。ここまで倹約してまだ絞れるの？ケン君だからね。思い出してほしいんだけど、出費が増えた原因の一つに外国との貿易があったよね。金銀がどんどん外国に出ちゃった話だよね。そうそう。国内にないものだから輸入するしかなかった。で、吉宗は考えた。題して、日本にないなら作ってしまえばいいじゃない。
そりゃそうだけど、簡単にできないから輸入してたんじゃないの？もちろんそうよ。でも、そこを時間をかけてコツコツと乗り切ったの。代表的なものとして朝鮮人参。現在でも非常に高価な漢方だし、当時も貴重品でね、中国や朝鮮半島の野生のものしかなかった。それを日本で栽培しようとしたのが吉宗とされてるんだ。当時の農民や農業の研究者は何十年も悩み続けた。そうしてね、最終的に栽培することに成功したの。すごい！栽培に5年以上かける、直射日光や雨を避ける、などなど様々な工夫をしてね、栽培方法を確立させたんだ。研究を続けた人もすごいし、バックアップし続けた吉宗もさすがだね。他にも砂糖の国産化にも力を入れたよ。砂糖といえば日本は沖縄や南西諸島など暑い地域で作るものだった。これを本土でも作れたらいいよね。確かにそうだけど、気候はさすがに難しいんじゃないの？そうなの。最初は江戸城の中で試験的にサトウキビを育て始めました。で、どの品種だったら育つか、どう育ったらいいのか研究を重ねた。その後全国の様々な藩に砂糖の作り方を伝えたの。そこから数十年後、吉宗の後の時代にできたのが和三盆。和三盆は香川県や徳島県が名産で、今でも和菓子などで使われるさらりとした甘さが特徴のお砂糖だよ。そっか。自分が成果を見られなかったものもあるんだね。で、実際にいろんなことをして幕府の財政ってちゃんと良くなったの？年貢の量は増えたし、幕府の財政も黒字化したよ。ひょっとしてこれでハッピーエンド？そうはいかないのよ。人口が増えない状態で米の生産量を増やしたらどうなるでしょう？悪運が立ち込めてきたぞ。米の需要が変わらないのに生産量が増えたよね。価格はどうなるかな？需要より供給が多かったら価格は下がっていくよね。実はその状況が吉宗を大きく悩ませることに。っていう新たなお米問題にどうやって立ち向かったのかっていう話が次回のお話。最近も大臣がお米、頭がお米のことでいっぱいって言ってたよね。ある意味近いかもしれないけど、それ違う話だから。